もしあなたの家の家政婦が殺したくなるほどにあなたを恨んでいたら、2002年5月28日シンガポール海峡に面する町ブキットメラー、近くのガソリンスタンドまでお願いします。タクシーに乗り込むと運転手に向かいか細い声でそう告げた女性。なんだ、妙な客だな。ふらつきながら座席に座った女性の表情は暗く沈んでおり、運転手は彼女のことをどこか不気味に感じていました。そして運転手が女性をガソリンスタンドまで乗せた数時間後、その不気味さの答えが明らかになるんです。火事だー。一軒の高級住宅から上がった火の手に騒然とする近隣住民たち、そして消防隊が駆けつけた時、家屋の中から幼い少年を抱いた女性がボロボロの状態で姿を現したんです。中にまだ人が残されているんです。早く助けてください。炎の中から命からがら逃げ出してきたその女性は、この家で働いていた家政婦スンダルティ・スプリアント。必死に雇い主の救助を訴える彼女は、数時間前ガソリンを購入した放火犯だったんです。自分の働いていた家に火をつけた家政婦スンダルティ。彼女が雇い主にあだをなしたその理由とは。スンダルティの犯行はアジア各国の外国人労働者の惨状を物語っていたんです。おそす、ギャンブラーっぽそうで意外に堅実だよ、ケンジです。誰に言われたの？ケンジしかも。堅実の。堅実のケンジ。あ、そういうこと？あだ名なの？でも本名と被っちゃってるんじゃない？何々かです。本名とかバラすなよ。もうバレてんだけど。よくライブ配信でもみんなからケンジって言われてるじゃん。素敵な名前よ、ケンジ。健やかをつかさ。いい漢字を言うな、お前。俺でも、つかさとかになりたい。つかさ？かっこいいじゃん。名字も、西園寺つかさとかになりたい。超かっけえじゃん。何それ？財閥の息子かなんかになりたかった。お金は別にいいんですけど。西園寺つかさ。いいんじゃない？解明しようと思ったらできんじゃない？名字いけんのかな？西園寺さん捕まえて養子になるから。確かに。全国の西園寺さんお待ちしてます。いんのかな、西園寺さん。いらっしゃるでしょ。まあ、西園寺さんじゃなくてもね、添乗員さんでもいいからね。ハンマさんとか。ハンマさん、どんだけバキ好きなの？ハンマさんっているのかしらね。いねえだろ。教えて。本日ご紹介するのはシンガポールで起こった殺人事件なんです。出稼ぎにやってきたね、家政婦が雇い主を殺害してしまうというおぞましい事件なんです。家政婦がご主人様を殺すとサスペンスドラマじゃない？もうすでに。そんなのあるんだ。よくあるあるじゃない。今回そんなサスペンスドラマも顔負けのね、ドロドロの、もうドロドロのドロドロなんですけれども、どんだけドロドロしてる？そのね、ドロドロ人間関係にはね、アジアの外国人労働者が抱える惨状をね、表したものとも言えるんじゃないでしょうか。現代の奴隷。2002年5月、シンガポールの南に位置する海沿いの町ブキットメラー。いい加減本当のことを話してくれないか。取り調べ室で一人の女性を前にした警察官は困惑の表情を浮かべていました。女性の名はスンダルティ・スプリアント。インドネシアからここシンガポールへ出稼ぎにやってきた家政婦でした。彼女が働いていた高級住宅ではこの数日前に火災が発生。家屋の中からはスンダルティの雇い主アンジー・ン・ウィーペンとその娘クリスタルの遺体が発見されたんです。家政婦のスンダルティは事件当日ガソリンを購入するところを目撃されており、この一件は彼女による放火殺人と見られていました。しかし私は2人を殺してなんかいません。知らない男がいきなり家に入ってきて2人を刺したんです。信じてください。そう、被害者2人の遺体には数箇所の刺し傷が見つかっていました。その傷はいずれも致命傷となっており、2人は焼死したのではなく刺殺されたと考えられていたんです。つまりスンダルティの放火は2人の殺人とは無関係。それが彼女の言い分でした。ただ警察はそのスンダルティの供述にどうしても納得できずにいました。なぜなら彼女はこの前日に一度2人を殺害したと認めているんです。つまり後から供述を覆したってことは、どうにかして罪から逃れようとしてたってことなのかしら？このね、スンダルティの供述ね、罪を逃れたいのとはまた別の思惑があったんですよ。取り調べが始まってからというもの、スンダルティは自分が2人を殺したと言ったり、犯人は他にいると言ったり、日によってちぐはぐな供述をし続けていました。しかしそれは捜査を攪乱する意図の行動ではありません。とても見てられないな。尋問を受ける最中のスンダルティの姿を前に小さくため息を漏らした警察官。彼女は通常の成人女性と比べて異様なほどに痩せ細っており、その体には至る所にあざが浮かんでいました。さらにスンダルティはこの取り調べ室へやってきてから常に何かに怯えている様子。スンダルティの要領を得ない供述は彼女の精神状態が極めて不安定なためのものだったんです。スンダルティの様子を不審に感じた警察はそこから彼女を雇っていた家の関係者に聞き込みを行います。すると徐々にスンダルティがその家へやってきてから事件を起こすまでの壮絶な日々の全貌が明らかになってきたんです。
よろしくお願いします。事件からわずか1ヶ月前の2002年4月、家政婦のスンダルティはこの日初めてこれから雇い主となるドレイク夫妻の自宅へ足を踏み入れました。ただインドネシア出身の彼女がシンガポールへ出稼ぎにやってくるのは実はこれで2度目。スンダルティはこの前年一度出稼ぎを終え、故郷のインドネシア東ジャワ州へと戻っていました。しかし帰郷して早々、彼女の父親が病没、大黒柱を失った一家は路頭に迷ってしまい、スンダルティはさらなる稼ぎを求めてまたシンガポールへやってきたんです。家族のためにさ、一仕事終えて、ようやく帰省してさ、その途端にお父さん亡くなっちゃうって、かなり波乱万丈なね、人生じゃない。でもね、彼女にとっての本当の苦労はシンガポールにやってきてからなんです。よく来たね。今日からしっかり働いてくれよ。そう言ってスンダルティを迎え入れたのはこの家の主人ドレイク・ポー・テオンカン。ミャンマーでカジノとリゾート開発の計画を発表し話題になっていた実業家でした。ここで必死に働けば故郷の家族もきっと少しは楽になる。そうやって気を引き締め直したスンダルティ。彼女は大富豪のドレイクを前に故郷の家族に思いを馳せます。そもそも父親が健在だった頃でさえスンダルティの実家の家計は相当に切迫していました。彼女が以前出稼ぎに来た際にはどうにも立ち行かない実家の状況を理由に働いていた家から盗みをしたことも。スンダルティはそうやって手段を選ばずに稼ぎを得る覚悟でここシンガポールへ来ていたんです。しかしドレイク夫妻の自宅では確固たる意志を持ったスンダルティでさえ思わず萎縮してしまう環境が待ち構えていました。まったく仕事が遅いったらありゃしない。そう言って配膳を担当していた家政婦を蔑むような目で睨みつけたのはこの家の妻アンジー。主人のドレイクは出張で不在のことが多く、家政婦に指示を出しているのは主に妻のアンジーでした。そしてさっさとしろこのノロマが。アンジーは家政婦の仕事に気に入らない部分があると殴る蹴るの暴行を加える気性の荒い女性。さらに毎日長時間休みなく続く重労働も重なり、この家では早々に仕事を辞めていく家政婦が後を絶たなかったんです。かなりもうブラックというか、ひどい労働環境ね、これね。雇い主が殴る蹴るってさ、考えられないわよ。なんだと思ってんの？手伝ってくれてる方のことをね。実はね、シンガポールの家政婦の事情ってこういうのがね、結構あるんですよ。なんか日本でも技能実習生とかね、すごい問題になってたりしますよね、その劣悪な環境っていうところで、だからシンガポールに限らないんですけれども、日本も他の国のこと言えないぐらいね、どうにかしないといけない問題ではありますよ、というわけでね、本日のメトラキーワード、シンガポールの家政婦事情について。アジアで最も豊かな国シンガポールでは6世帯に1世帯が家政婦を雇っているほど家政婦の雇用が一般的。シンガポールで働けば母国の何倍も稼げるため、フィリピンやインドネシアなどアジア各国から出稼ぎの家政婦が次々にやってくるんです。一方でシンガポールの家政婦事情において問題となっているのは法律で就労規定が定められていないこと。これは家事を行うのに日にちや時間の規制を設けるのは実用的ではないという理由からなんですが、そのために異常な長時間労働や連勤を課される家政婦も多いんです。さらにシンガポールの家政婦は外国人労働者の中でも最低賃金とされるワークパーミットの分類。雇い主からその立場を蔑まれ、家政婦が給料未払いや暴力行為にさらされるケースは年間800件を超えるというんです。私もいつ同じ目に遭わされるか。同僚の家政婦が雇い主アンジーの暴力にさらされている様子を前に嫌な予感を募らせていたスンダルティ。案の定他の家政婦が辞めていくに従い、アンジーの虐待の矛先は新人のスンダルティへと向かっていくんです。さらにアンジーはスンダルティのことが特に気に入らなかったのか、彼女に対してそれまでの家政婦の比ではないほどの扱いをし始めるんです。あんたみたいにろくに働かない家政婦に食わせる飯はないわ。いい、あんたは水しか飲んじゃダメだからね。そうやってアンジーはスンダルティが食事をとることを一切禁止。不憫に思った他の従業員が内緒でお菓子を渡すこともありましたが、それを知ったアンジーは従業員を激しく叱りました。その後スンダルティは何も食べられない日が3日ほど続いたんです。そしてそれは彼女がアンジーの娘クリスタルに食事を与えていた時のこと。ご主人様、こんな状態ではとても働けません。お嬢様はもうお食べにならないようですので残りを私にくださいませんか。今にも倒れそうなスンダルティは涙ながらにそう懇願しました。するとアンジーは彼女を嘲笑うようにしてこう言ったんです。そんなにお腹が空いたの？そうね、クリスタルの食べ残しはダメだけどうんちになった後ならいいわよ。人を人とも思わない雇い主のその言葉に奥歯を強く噛みしめたスンダルティ。なんと彼女はその後言われた通りにクリスタルの糞尿を拭いたウェットティッシュを口に運ぶんです。これは意思表示よ。こんなやつから絶対にご飯はもらわない。こいつの家のご飯を食べるぐらいならこんなものいくらでも食べてやるわ。ひ
ひどすぎて見てられないわよ、こんなの。なんかもしかしてこれで恨みを募らせたスンダルティが雇い主のアンジーを殺しちゃうっていう流れなわけ？まあ、ここまでのね、流れだけを見るとそう思うじゃないですか。でもね、実際のところは、このスンダルティのね、殺害した行為っていうのは、ある意味で事故とも呼べるものだったんです。本当の被害者。スンダルティがドレイク夫妻の下で働くようになり、約1ヶ月が経った2002年5月28日の夜、スンダルティはいつものように夫妻の子供2人の世話をしていました。ただこの日は子供たちがなかなか言うことを聞かず、いつもより食事に時間がかかっていたんです。すると、さっさと食わせろ、このノルマ家政婦が。いつものように鬼の形相で怒り出した雇い主アンジーは、その場にあった子供用のスプーンの柄でスンダルティの耳を何度も突き刺すんです。そして子供たちの食事の後、用を足し終わった娘クリスタルのお尻を拭いていたスンダルティ。アンジーはスンダルティのその手からウェットティッシュを取り上げると、彼女の顔をめがけ汚れたティッシュを投げつけました。ちょっと顔を洗いに行ってきます。スンダルティは震える声でそう告げると、子供部屋を後にします。どこまで自己中心的なのよ。もう子供がさ、時間かかるの食べるのにって当たり前のことじゃないのよ。八つ当たりにしか見えないわよ、このアンジーのさ。ほんとひどいですよね。これだけのね、ことをされてもね、スンダルティは抵抗せずにじっと耐え忍んでいたんです。ただね、ある時からもう我慢の限界が近づいてきていたんです。もうこんな仕打ち耐えられない。涙が溢れそうになるのをぐっとこらえながら洗面所で顔を洗っていたスンダルティ。そうは思っても故郷の家族のため、彼女にとってこの仕事を辞めることは絶対に考えられないことでした。スンダルティがそう考えを巡らせていたその時、雇い主アンジーはスンダルティの首根っこを後ろから掴むと、子供部屋の中へ思いっきり引き倒したんです。いきなり倒れ込んできたスンダルティに驚き、大声で泣き始めた娘クリスタル。その泣き声を耳にしたスンダルティはついに我慢の限界を迎えるんです。ご主人様、どうしてあなたはいつもそうやって私をいじめるんですか？この時スンダルティは初めて雇い主アンジーに反抗的な態度を示しました。そしてこのことが取り返しのつかない悲劇のきっかけとなってしまうんです。家政婦の分際で口答えするなんて生意気なのよ。スンダルティの反抗的な一言で揉み合いになった2人はそのままキッチンになだれ込み争いを続けていた。そしてキッチンへやってきたのがスンダルティにとっては運の尽き。アンジーはその場にあったナイフを取り出すと、彼女をめがけて勢いよく振り回し始めた。死ね死ね、やばい、殺される。ナイフを振り回し迫り来るアンジーを前に危機を悟ったスンダルティはとっさの判断で子供部屋へ駆け込んだ。ナイフを離して。子供部屋にいた娘クリスタルを抱き寄せ、雇い主アンジーにそう叫んだスンダルティ。彼女は自分の娘を盾にされてはアンジーも攻撃の手を緩めると考えていた。しかし、うるさい、そんな。勢いよく駆け寄ってきたアンジーはその手に持ったナイフで自分の娘クリスタルを刺し殺してしまった。娘のクリスタル殺したのってアンジーだったの？そうなんです。結果としてね、スンダルティは娘のクリスタルをね、身を守る盾として使ってしまうことになるんです。その後アンジーの隙を突き、キッチンからナイフを持ち出したスンダルティ。彼女は子供部屋へ戻ると、生き残っていた息子レオンの首にそれを突きつけ、アンジーに向かってこう叫びました。あんたは取り返しのつかないことをした。今すぐこの場で死になさい。でないとレオンの命はないわ。スンダルティのその言葉を聞き、ようやく我に返ったアンジー。彼女はそのまま別室へ向かうと、持っていたナイフを使い自ら命を絶ったんです。その後、雇い主アンジーと娘クリスタルの遺体を前にしたスンダルティは自身も命を絶つことを決意。その足でガソリンを買いに走り、最後はこの事件を家ごと葬り去ろうと考えたんです。しかし燃え盛る炎の中、聞こえてきたのは生き残った息子レオンの泣き声。この子には何の罪もない。気がつけばスンダルティは彼を抱きかかえ、玄関へ向かって走り出していました。炎の中から命からがら逃げ出してきた彼女が殺人犯などと、この時誰が想像できたでしょうか？そもそもこれってスンダルティが殺したとも言えないような事件じゃない？だって、ナイフ向けてきたのはアンジーじゃないのよ、これそもそも。そうなんですよ。スンダルティが娘を盾にしたことだったり、お母さんのアンジーにね、死を促したりっていうところはね、事実なんで、判断が結構難しい事件ではあるんです、これ。スンダルティの裁判は、彼女が被害者から日常的に虐待を受けていたことや、被害者を直接的に殺したわけではないことから判断が難しく長期化することに、弁護士は正当防衛で無罪を主張し、その間落ち着きを取り戻したスンダルティは遺族に誠心誠意の謝罪を行いました。そして迎えた2004年9月24日、本来殺人罪で裁かれるはずだった彼女の罪状は過失致死傷罪と判断されることに。こうして死刑すら考えられていたスンダルティの刑は無期懲役となり、模範囚であれば早くて20年で釈放され
れる運びとなったんです。現在もシンガポールの刑務所に収監されているスンダルティ、自身の原型に心からの感謝を示した彼女なら課された刑期も真摯に全うすることでしょう。ちなみにスンダルティがギリギリで思い直し命を救った雇い主の息子レオンはその後父ドレイクによって男手一つで育てられることに。彼は現在英語と中国語が堪能な秀才に成長しているといいます。結果として殺人事件に発展してしまったものの、スンダルティは本来被害者とも呼べる立場。彼女のように家族を養うため必死で働く外国人労働者が虐げられてしまう惨状はアジア各国に今も蔓延しているんです。たとえ地位や貧富の差があったとしても、同じ人間である以上奴隷のように蔑む行為は誰にも許されません。雇い主と雇われる人がお互いに思いやりを持って接することができる近い将来、そんな社会が実現されることを僕は強く願います。